よし。パパ、テラ、グミ、お茶、コイン、リンゴ、顔文字、カマキリ、ヤシの木、ズワイガニ、身長、つけまつげ、体温計、秋の夜長、怖い話、抹茶プリン、松茸ご飯、寝違えました。送りバント、小春日和、猫じゃらし、さくらんぼ、世紀末。とりあえずよし。タイピングの練習ですか。精が出ますね。リリン。たまにはやっておかないとね。タッチタイピングを忘れるってことはないと思うけど、速度を高めたかったら練習するしかないからね。継続は力なり、千里の道も一歩から、いい心がけですね。リリン。継続が大事なのは分かってるつもりなんだけどね。単調だと飽きちゃうからさ。寿司だみたいにゲーム形式になってるのは本当に助かってるよ。わかります。ただただテキストドキュメントに文字を打ち続けるだけというのはかなりの苦行になりますよね。リリンのタイピングの練習は寿司だが主なのですか。そうだね。タイピングが練習したいってなったらよくやるゲームだよ。ブラウザでできるのが便利だよね。あとはいいタイピングかな。腕試しレベルチェックは定期的にやりたくなるんだよね。タイピングゲームはブラウザでできるものが多いし、無料のものもたくさんあるから困らないよね。そうですね。一昔前はタイピングゲームは購入する必要がありましたが、今はフリーでできるものが多くて便利ですよね。購入は購入で、半券もののタイピングゲームなどがあったので、楽しくはありましたけどね。半券もののタイピングゲーム、最近のアニメでやってくれないかなって思うけど、ボイスチャット全盛の時代に新しく出しても流行らないよね。ちょっと難しいでしょうね。スマホやタブレット PC のおかげで、ネットを使うのにタイピングが必須というわけでもないですからね。でも、先ほどリリンが言っていた通り、今はフリーでできるものが多いですから、いろいろと試していくうちに、タイピングは覚えられる時代だと思いますよ。それに、タイピングゲームでは、定番フリーソフトゲームである小沢健があるじゃないですか。Windows 11でも動作しますし、思い出のゲーム、小沢健をやりましょうよ。小沢健っていうタイピングゲームがあるの？どんなの？アミリリン、あなた、小沢健、知らないのですか？知らない。なんか知らないとまずい感じ。まずいというか、どうやってタッチタイピングを覚えたんですか？小沢健は全てのタッチタイピング得得者が通るべき道のはずですよ。嘘でしょ？そんなレベルなの？小沢健をやったことないなんて信じられない。リリン、スト6なんてやってる場合じゃないですよ。タッチタイピングが速くなりたいのなら絶対にやらなければいけないタイピングゲーム。それが小沢健です。なんかめっちゃ怖いんですけど。脅迫めいた何かを感じるんだけど。大丈夫ですよ。怖くないですよ。さあ、今用意してあげましょうね。今日はレゴを倒すまで返しませんからね。アミ、私ちょっと用事を思い出しちゃったかな。タッチタイピングの速度向上もそんなに急いでないからね。だから今日はちょっと遠慮しよう。君は小沢健を知っているか？タ
タイピング練習の手段として、当時誰もがやり込んだ名作ソフト、小沢健のことを知りたいですよね、イリン。はい、知りたいです。謹んで傾聴させていただきますので、どうぞ物を知らぬ私めに小沢健について教えてください。はい、一世を風靡した名作ゲームを一緒に知っていきましょうね。自分の好きなものをいつでも押し付ける厄介オタクすぎる。何か言いました？いえ、何も言ってません。ではまず、小沢健についてご紹介しましょう。今回紹介する小沢健は、1999年にリリースされたタイピングの練習ができるフリーソフトです。当時のタイピングゲームは有料ソフトを含めて様々ありましたが、ゲーム性の強いものというのはあまりありませんでした。そんな中、非常にユニークかつゲーム性の強いタイピングゲームがフリーソフトとして公開されました。それが小沢健です。1999年って相当前じゃん。そんな前のソフトを知らなくても仕方なくない？まあ、そうですね。世代によっては知らなくても仕方ないですね。じゃあ私知らなくても仕方ないじゃん。アミみたいに大昔からインターネットを触っているわけじゃ。ピリン、発言には気をつけてくださいね。内容によっては今のキャーの言葉になるかもしれませんよ。いえ、そうですよね。そんなに流行ったゲームなら世代に関わらず知っておいた方がいいですよね。すいませんでした。良い心がけです、イリン。しかし、イリンの言う通り、少しだけ前のゲームですので、今回は導入からやってみましょうか。注意事項として、フリーソフトの導入は自己責任になります。そのため、導入の際にはリスクを承知の上行ってください。そもそもフリーソフトってどういう概念なの？フリーソフトは簡単に言うと、無料で公開されているソフトウェアのことを言います。フリーソフトはフリーソフトウェアの略で、フリーウェアと呼ぶこともあります。この動画ではフリーソフトと統一して呼びます。フリーソフトの定義はフリーソフトウェア財団 FSF によると、利用者が制約なく入手や利用、改変、再配布、販売、自らの制作物への組み込みなどを行うことができ、特に人間が書いたプログラムであるソースコードが公開されているものを指すとのことです。つまり、企業などが有償として販売しているものではなく、無料配布で公開され、制作者の方が指定する範囲で利用、改変などを許しているソフトウェアのことですね。例えば、ウェブブラウザで有名な Chrome や私たちも使っている動画編集ソフト、ゆっくりムービーメーカー4などもフリーソフトになります。あ、ブラウザもか。なら、意外に身近にあるね。無料配布のものがフリーソフトなら、Steam とか Epic Games とかもフリーソフトになるのかな？一応は当てはまると思いますが、Steam や Epic Games は有償のゲームを買うのが主な目的のプラットフォームのため、ソフトウェア内の商用販売を目的としたフリーソフトという感じになりますね。この他にも無料で公開されているソフトウェアは様々ありますので、フリーソフトと意識しなくても利用している人も多いと思います。配信元さえ信頼できれば比較的安全に利用できるため、小沢健以外にもぜひ探してみてくださいね。では、小沢健をダウンロードしていきましょう。今回紹介する小沢健は Steam などにダウンロードさせるものではなく、直接パソコンのストレージにソフトをダウンロードするので、人によっては導入が難しいかもしれません。なので、今回は簡単にですがソフトの導入の仕方を紹介します。繰り返しになって申し訳ないですが、フリーソフトの導入は自己責任になります。小沢健はタイピング技術向上に非常におすすめできるタイピングゲームですが、よくわからないフリーソフトの導入に危機感がある方は、無理をせずに導入を見送ってください。申し訳ないことではあるけど、ソフトを導入して何かありましたってなっても、私たちでは責任を取れないからね。ブログの方でも導入までを解説しているので、動画で見るのが面倒な方は、よろしければブログの方をご覧ください。ブログもよろしくね。今回は Chrome ブラウザを使ってご紹介します。まず、小沢健と検索をかけてください。小沢健とカタカナで入力しても検索にヒットします。いくつかのダウンロードページがありますが、改訂のページからベクターに飛ばされるので、初めからベクター内の小沢健のページに飛びます。
ベクターは老舗のフリーソフト配信プラットフォームになります。小沢健のダウンロードページを開いたら緑色のダウンロードはこちらのバナーをクリック。飛んだ先で緑色のバナー、ダウンロードページへをクリック。さらに飛んだ先で、このソフトを今すぐダウンロードをクリック。パソコン上の好きな場所へダウンロードしてください。Chrome のデフォルト設定なら、任意の場所にダウンロードできると思います。ZIP ファイルでダウンロードされるため、解凍をします。私は 7ZIP を使っているため 7ZIP で解凍していますが、Windows 10や11であれば標準機能で解凍できるはずです。解凍が終わったら解凍されたフォルダを開くと、非常にユニークなアイコンの小沢健エグゼというエグゼファイルがあります。小沢健はインストーラー型ではないため、フォルダを開いたらエグゼファイルからすぐに起動できます。ちなみに、エグゼファイルとはプログラムの実行ファイルの一つです。パソコンの設定によっては、このエグゼの表示がない人もいると思います。エグゼの表示がなくても、このアイコンからゲームが起動できるのは変わりません。エグゼファイルの表示の有無は、拡張子の表示をしているかどうかの設定に依存します。そのあたりのことはブログの方で少し説明しているので、気になる方はご覧ください。このアイコンの人、誰？主人公とかラスボス？いえ、どっちも違います。私も誰かわからないです。ご存知の方がいたら教えてほしいです。では、早速起動していきましょう。小沢健のモードは大きく分けて3つです。まず、メインの格闘ゲームモード。タイピングに格闘ゲームの要素を取り入れている NPC との対戦モードです。レベル1からレベル5があり、自身の連度に合わせたレベルに挑戦できます。そして、残りの2つはミニゲーム風なモードになります。時間内でどれだけの瓦を割れるかを求める、電気瓦割り終了と、画面上下から流れてくる文字を打ち込む、電気板割り終了とあります。そして、ローマ字入力の設定ができるセッティング、いわゆるオプション変更の項目があります。自分の普段のローマ字入力を設定した後、タイピング練習を兼ねたゲームとして、格闘モードを楽しみ、タイピングの基礎練習としては、瓦割りと板割りで練習するという形がおすすめです。ローマ字入力のセッティングって何？複数入力方法がある文字をどの形で打ち込むかを設定できます。例えば、C を SI で打つのか、SHI で打つのかどうかや、G を ZI で打つのか、JI で打つのかどうかなどです。で、こういう入力揺れって自動で認識してくれるんじゃないの？少なくとも、寿司だと入力してくれるんだけど。まあ、1999年のソフトウェアですので、その辺は。やっぱ古いじゃん、このゲーム。多少の不便はありますが、それを差し引いても良いゲームですので、ここは何卒、ご理解のほどを。まあ、いいけどさ。では、基礎練習である、瓦割りからご紹介します。瓦割りは画面上に表示された文字を素早く打つモードで、入力の速さに応じて多くの瓦が割れます。瓦割りってそういう。画面上にキーボードと打つべき場所が表示されるので、ホームポジションを覚えるのにも一役買ってくれるモードです。時間制限60秒の間にどれだけ瓦が割れたかを計測します。速さが大事ですが、ミスタイプをしてしまうと瓦が1枚も割れないので正確性も重要です。このモードにもレベルが1から5まで用意されているので、自身のレベルに合わせて難易度を選びましょう。もう一つは、板割り、メニュー画面では、オードと表示されています。上か下から流れてくる文字を正確に入力していきます。正しい文字を入力し続けられると左のメーターが上がります。このメーターが一番上まで行くとレベルアップとなります。レベルアップすると流れてくる文字の種類が多くなり、流れる速度も速くなっていきます。制限時間は60秒ですが、レベルアップをすると制限時間がリセットされます。レベルメーターはタイピングミス、もしくは文字入力を見逃してしまった時に下がります。時間制限内であっても、このメーターが一番下に下りきっても終了となります。このモードは速さよりは正確性が重要になりますので、いかに指がキーの位置を覚えているかが大事になります。また、パーセント記号やハテナマーク、びっくりマークなど、
シフトキーを押しながら入力することも求められるため、非常に難易度の高いモードでもあります。マジでタイピングゲームとしては珍しい入力が求められるね。そうなんですよ。なので、高得点を狙おうと思ったら、普段あまり使わないような入力にも備えておく必要があります。数字も流れる速度的にテンキーで押してる暇はなさそうだね。そして、メインである格闘ゲームモード。画面上に表示された文字を入力していくと、敵にダメージを与えることができます。入力が一定以上の時間行われなかったり、タイピングミスをしてしまうと逆にダメージをもらいます。本当に格闘ゲーム風だね。なんかどっかで見たことあるようなモーションもあるね。格闘ゲームと同様に、どちらかの体力が尽きると終了となります。一応タイムアップもありまして、タイムアップの場合は体力が多い方が勝ちになります。また、ノーミスで素早いタイピングを続けられるとゲージが溜まり、コンボチャンスになります。コンボチャンス時は敵に大ダメージを与えるチャンスで、入力に成功した文字分だけコンボをします。へえ、面白いね。正確に入力し続けられるとご褒美があるんだね。ただし、ミスをするとコンボチャンスを逃すことになりますので、正確性が非常に重要になっています。このあたりも格闘ゲームっぽいね。コンボミスは言い訳のできないアドバンテージ喪失だからね。そして、ミスが続いたり入力が遅いと敵のコンボチャンスになってしまいます。敵のコンボチャンス時にタイプミス、もしくは入力が間に合わなかった文字数分、コンボダメージをもらいます。なんか銃を撃たれて死んでるけど。このように敵のコンボはかなり大きなダメージをもらうことになるため、正確なタイピングの重要性を嫌でも感じることになります。敵のコンボチャンスは即死の可能性があるとなると、緊張感あるね。格闘ゲームモードはレベルが高くなるにつれて難しくなりますが、倒せた時の感動も大きいですよ。レベル5を倒せたとなれば、タッチタイピング技術はほぼ問題ないレベルだと思います。そして、ビリンはもうすでにある程度のタッチタイピングができるので、レベル5からやってみましょうか。マジで。まあ、ゲーマーならハードモードは大歓迎。どうせなら一番難しいのからやるべきなのかな。一番難しいレベルではないんですけどね。で、何か言った？いいえ。では、早速チャレンジしてみましょうか。活用法。苦悩の日々。なんで？本当ですか？アップルパイ。ちょっと待って。かわいいね。そこまでだ。豪華ランチ。コンボチャンス。よし、見てろよ。おめでとう。信じていいの？遅れるなよ。ラブストーリー。これは何？なんてことだ。あ、冷製素材。ラッキー。衝撃の事実。そうですか。頑張って。あんた誰？心を込めた。コンボチャンス。宇宙飛行士。ナイスです、ビリン。クリアできたね。普段打たないような文章が出てくるから結構大変だね。でもレベル5がクリアできたから、私はもう小沢健はクリアってことでいいのかな。いいえ。で、言ったでしょう。レゴを倒すまで返しませんと。レゴって何？というか
格闘ゲームモードのレベルはこれ以上ないよね。何かいる？レゴってあのブロックのレゴ？はい、そのブロックのレゴです。こちら、小沢ケンフォルダ内の案内にも書いてありますが、隠しキャラとなっています。条件は、格闘ゲームで1000点以上、瓦割りレベル5で150点以上、板割りゲームレベル10以上到達になっています。条件を達成した上で6キーを入力すると挑戦できます。ということで、挑戦してみましょうね、リリン。急展開すぎて困惑してるけど、とりあえず了解。やってみるね。早くて、全然猶予ないじゃん。もたもたしてるとどんどん削られますよ。いうか、早速敵のコンボチャンスが確定しちゃったんだけど。ミスった。なんか、いろいろすごいことされた気がする。レゴのコンボはパターンの組み合わせなので、かなり種類多いですよ。隠し要素なのに一番手が込んでいる敵になっています。求められる入力速度が速すぎ、またコンボを許しちゃったよ。死んだ。レベルごと難易度違いすぎない？そうですね。かなり難易度が上がっていると思いますよ。ですが、レベルごと違って文字以外の入力が少ないので、慣れると楽ではありますね。マジで？でも、確かに数字の入力数はレベル5より少なかった気がする。アミ、お手本としてやってみてくれない？どれぐらいの速度があればいいのか知りたい。はい、では、安定重視でやってみましょうか。アメリカンクラッカー、ドレミファドン、デジタルカメラ、生コンクリート、中でここ、通信販売、すき焼きソング、おねんこクラブ、水中バレー、スーパードライ、成田リコン、ハイパーヨーヨー、はちみつレモン、超ムカつく、山かつウインク、味覚音痴。お、安定してるね。最初の入力さえしてしまえば結構猶予があるので、ここまで速度がなくてもクリアはできますよ。文字入力をメインに素早さと正確さを求められているので、レベル5のクリアがギリギリだったとしてもレベル6はいけるって人もいると思います。隠し条件である格闘ゲームの1000点は、レベル3やレベル4でも達成できるため、レベル5で1000点を取るのが難しかったら試してみてください。というわけで今回はフリーソフトのタイピングゲーム、小沢健の紹介でした。プレイしてみてどうでした？リリン。すごいユニークなゲームで、斬新さを確かに感じるね。1999年のゲームだっていうのはちょっと信じられないぐらい。でも、文字入力の揺れがなかったりするから、初心者にはちょっとおすすめしがたいよね。初心者向けではなくて初級者向けって感じかな。未経験者が練習量に始めるのには向かない感じがする。まあ確かに、これからタイピングを学ぶって方向けではないかもしれませんね。タイピングのホームポジションを意識し始めたあたりの人からおすすめできるゲームだと思います。また、NPC 相手とはいえ対戦形式なので、格闘ゲーマーならやり込んでみたいと思いませんか？まあね、クリアできなかった時に負けたままってのは嫌だよね。そうでしょう。レゴを倒したくなってきたでしょう。結構難易度高いと思うけどね。レゴは。まあ、だからこそ、やり込みたいって気持ちは湧くかな。結局のところタイピングは、数をこなさないと上手くならないため、技術の向上にどうしても時間がかかります。しかし、ただ漠然と文字を打つだけでは、モチベーションが続かないものです。だから、小沢健のようにゲーム形式で楽しみながら練習するのが一番ってことだよね。その通りです。タイピングの練習がしたいけど、いい方法ないかな、と思ってる人がいたら、
ぜひ小沢健をプレイしてみてください。きっと気づいたらハマってますよ。しかし、注意事項があります。小沢健は私の環境の Windows 11では動いていますが、ベクターに記載してある動作環境だと、動作 OS は Windows Vista までとなっています。かなり前の OS になるので、もしかしたら人によっては、小沢健は動かないかもしれません。フリーソフト導入が自己責任のことも含めて、ご了承ください。古いゲームだもんね。仕方ないのかな。では、今回はここまでにしましょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。リリンはまだまだ私と一緒に、エゴに挑戦しましょうね。リリンは逃げ出した。しかし、回り込まれてしまった。練習の大切さは、格闘ゲーマーならわかりますよね。はい、頑張ります。久しぶりに小沢健をやったら、レゴを出すまでに丸1日かかった、それほどでもないゲーマーチャンネルです。